皆さんこんにちは、よしです。このポッドキャストでは日本語だけを使って日本語を勉強している皆さんが楽しみながらリスニングの練習ができるような話をしています。はい、ポッドキャスト第3回ですかね。最初撮った時に比べたら結構ね、慣れてきたというか、リラックスして、なんかできるような気がしてますね。今回はねちょっとソファーの上で撮ってるんで、場所的にもねちょっとリラックスしながらできたらいいかなと思ってます。はい。このねソファーなんですけど、こっちに引っ越してきた時に、買ったやつで、家具屋さんに行ってね、このソファーいいなと思ってで買ったんですけど、で家具屋さんでこう注文してっていうか買って、こっちに持ってくる時はバラバラにパーツがバラバラの状態でこっちに持ってきて、でこの部屋で組み立ててくれるっていう形だったんですけど、で持ってきてくれてこうお店の人が組み立ててくれたんですけど、このサイドアームっていうんですかね、横のパーツのネジが一つなんかうまくはまらなくて、でなんか結局もうしょうがないからもうはまらないままでその日はね帰ったんですけど、後日その新しいのに交換しますっていうことだったんで、じゃあこのねそのはまらないパーツだけ、交換するのかなと思ったら、なんか全部このソファー全部をもう交換しますって言って、へえと思って、でも新品のソファーがそれから2週間後ぐらいかな、なんかもう向こうでちゃんと、組み立てれるかチェックとか全部いろいろして、でそのチェックが終わったやつが、こっちに来て、でここでまた組み立ててくれて、やっとね完成っていう形になったんですけど、いろいろあったんですけどね、結構気に入ってますねこのソファーは。なんか色も僕は結構好きな色で緑の色なんですけど、そう、今日はねこのソファーから、ポッドキャストをねお送りしたいと思います。はい。で、今回のテーマなんですけど、今回のテーマは健康ですね。なんでねこの健康をテーマにしたかというとですね、僕この間健康診断に行ってきました。健康診断っていうのはこう学校とか会社とかで、1年に1回こう体を調べて、その健康かどうかとか、なんか悪いところがあるかどうかとか、そういうのを調べることを健康診断っていうんですけど、ちょっとね行ってきました。それに会社に雇われてる人、会社で働いてる人っていうのは、毎年ねその健康診断っていうのがあるんですけど、僕は、個人事業主、自分で会社に入らなくて自分で働いているので、その健康診断、毎年の健康診断っていうのがないんですよね。なんですけど、僕が住んでるこの福岡っていう町にはその健康診断の機会がない人、会社に入ってなくてその健康診断をね毎年受ける機会がない人向けにサービスがあって、それは僕みたいなね個人事業主の人がこうすごく安く健康診断できるよっていうサービスがあるんですけど、それをねしてきました。これがですねたった500円で受けれるんですよ。すごいですよね、500円で。毎月ね保険料を払ってる人しか、受けれないので、500円だけというよりかはその保険料も払ってて、プラスで、500円払った人は受けれるよっていうサービスなんですけど、500円なんでねそんなになんかめっちゃ詳しく調べたりとかはできないんですけど、でも何したかな、血液、その血を取って調べるってやつと、あと尿
おしっこですね。おしっこを取って調べるってやつと、あとは、問診。問診っていうのはこう質問、お医者さんが、質問して、どっか痛いとこないですかとか、どういう生活してますかとか、なんかそういう質問をしてそれに答えて、チェックするっていうやつと、あとは、身長とか体重を測ったりとか、あとは心臓の音とかこの肺の音をこう聴診器でこう聞いて、こう音を聞いて、あ、大丈夫だねとか、なんかちょっと心臓の動きがちょっと変かなとか、そういうのを聞いてチェックしてくれるっていう、これぐらいだったかな。それぐらいね、すごい簡単なチェックなんですけど、それが500円で受けれるっていうんで、してきて、良かったですね。結果は再来週かなに出るので、まだねわからないんですけど、結果が出たらね、またポッドキャストで、皆さんにお話ししようと思います。いい結果だったらねいい結果だったら皆さんにお話しします。悪い結果だったら、悪い結果でも話そうかな。ちょっとポップに、楽しく話せたらいいかなと思いますで日本のねこの医療のシステムというか、保険のシステムとかはちょっと話したいんですけど、日本のこのシステムは、健康保険っていうのに、入らなきゃいけないんですけど、僕が入ってるのが国民健康保険っていう保険で、これは個人事業主の人とか、会社に入ってない人だね、自分で働いてる人とか、外国人の人だったら留学生の人とかも多分こういう保険になるんじゃないかな。そういう人たちが入ってる保険と、社会保険、これにはいろんな保険、なんか年金とかねいろいろ含まれてるんですけど、その社会保険っていうのは会社に入ってる人が、入る保険っていうのがあって、健康保険にね入るっていうのは国民の義務って言って、絶対にしなきゃいけないことなんで、なんか私は病院行かないから保険料払わないとかそういうのはできないんですけど、でも会社に入ってる人とかは会社がその保険料の半分払ってくれるので、半分だけでいいんですよね払うの。だから僕とか個人事業主の人が払ってる保険料よりかはちょっと安い金額を払ってるとは思いますね。でも保険料ってその収入とかね給料とかで変わってくるんで、一概には言えないんですけど、でもその保険料を払って保険に入っていれば病院に行った時とかに70% カバーしてくれるんですよ。70% をこう肩代わりしてくれるというか。なので、僕たちが払うのは 30% しか払わなくていいので、これはね、いろいろなんか海外行ったりとかしていろいろ話を聞いて、なんか日本はいいシステムかなとは思いましたけどね。なんか海外を出る前はね、なんで払わなきゃいけないんだとか、時々ね思ってましたけど、高いなとか保険料高いなとか思ってましたけど、でも海外行っていろんな国のね状況というかどういう、システムなのかとかいうのを知ってからなんか、日本悪くないかもなと思って、それからなんかよく病院に行くようになりましたね。なんかちょっと痛いかなとかちょっと変かなとかちょっと気になるなとか、もうほんとそれぐらいで病院に行くようになりましたね。でチェックして大丈夫ですよとか全然問題ないですよって言われて、よかったってこう安心するみたいなのはね、なんか日本に帰ってからよく病院に行ってる気がしますねなんかねよくアメリカとかは救急車を呼んだらなんかすごい高いお金を払わなきゃいけないからあんまり呼べないとか
呼ばないでほしいとかいう人がねいるって聞いたことありますけど、日本はねその救急車は無料というか僕たちが払ってる保険料とか、税金とかでカバーしてるっていうのかな。だからなんか日本でね、もしなんか本当に体調が悪いとか、本当は助けてほしいとか、なんかどっか痛いとか事故に遭っちゃったとかいう時は遠慮なくね救急車呼んでほしいなと思いますね。でもその救急車を呼んで特別なお金がかからないから、なんか時々問題になってるのは、そのちょっとしたことで救急車を呼んで、なんか本当に救急車が必要な人にちょっと迷惑がかかってるみたいな、そういう話は聞いたことありますね。なんかタクシー代わりにこう呼んでね、なんか体調悪いからどこどこまで病院まで連れてってくれとか、家まで連れてってくれとかなんかそういうなんかねタクシー代わりで使ってなんか問題になってるみたいなのも聞いたことあるんで、そこはねちょっと注意してほしいというか、そんな本当に緊急な事態じゃない時は、呼ばないようにねした方がいいとは思うんですけど、もう事故に遭っちゃったとかは全然ね呼んでもいいと思うので、本当に緊急な時は呼んでください。そうで日本の病院についてもちょっと話したいんですけど、日本で病院に行ったことある人は、おそらくわかると思うんですけど、日本って病院に行ってこう診察、いろいろこうチェックしてくれて、ここが痛いんですとか、じゃあこういう病気かもしれないねとか、じゃあこういう、薬をあげましょうねとかいうのをするんですけど、でもその薬をもらう時ってその病院で薬をもらうことができないというか、あんまりこう病院でもらうことが少なくて、だいたいその病院でチェックした後にこういう薬が必要ですねってなったら処方箋っていうのを病院からもらうんですよね。でその処方箋っていうのを持って、近くの薬局に行ってその薬をもらうっていうシステムなんですけど、薬局に行くとだいたい言われるのが、お薬手帳ありますかって言われるんですよね。はい。お薬手帳って知ってますか？あんまりね他の国で聞いたことはないんですけど、これは、過去にどういう病気があってどういう薬をもらったかとか、今こういう病気でこういう薬を飲んでるとか、薬の歴史というか、ヒストリーというか、それが載ってる手帳みたいなものですね。それを大体聞かれます。ありますかって。それの役割としては、なんかこの薬とこの薬一緒に飲んじゃ悪い影響があるから、手帳を見て、今この薬飲んでるからこの薬は飲まない方がいいですよとか、時間をずらして飲んでくださいねとか、なんかそういうのを確認するために多分お薬手帳っていうのがあって、一応ねデータ上で、確認はできるんですけど、多分なんか細かいこととかなんか気になったこととか、多分そういうのも手帳にはなんかお医者さんが書いてたりするのかな、わかんないんですけど、一応ねまだまだアナログなシステムというか、日本っぽいなって思いますよね。昔ながらのやり方をまだ使ってるというか、データもあるんですけど、一応まだその手帳っていうかね、物理的なものも使ってるっていうのがあって、これはね面白いシステム、日本ならではのシステムだなって僕は思いましたね。でこういうねなんかシステムがちゃんと整ってるから、なんかよく日本は寿命が長い国
って言われますよね。こう平均寿命が長いってね言われますけど、まあ確かにねこう病院に行きやすい環境は整ってるかなと思いますね。病院に行きやすいからちょっとしたことでも病院に行って、そしたらこう早く病気が発見できる。やっぱり病院に行くっていう習慣がなかったりとか、なんか行くハードルが高かったりすると、やっぱりめっちゃ痛くなるまで我慢したりとか、まだ大丈夫まだ大丈夫って言ってもう手遅れになってから病院に行っちゃったりとかねする状況があると思うんですけど、日本はどっちかというともうちょっと悪いなちょっと変だなと思ったらすぐに病院に行ける環境がねできてるから、早く病気が見つかればその分治せる確率もね上がると思うから、それはねすごくいいことだなと思いますね。そう、だから日本に旅行に来てる人とかでももう本当なんかちょっとね体調悪いなとかなったら病院に行ってほしいなと思いますね。そういう人たちは日本のね保険に入ってないから7割カバーして3割だけでいいよとかそういうのは多分できないんですけど、でも10割、100% 払わなきゃいけないとしても多分そこまでね高くないと思うんですよね。僕海外に住んでた時に1年に1回とか2年に1回ぐらいこう日本に帰ってきて、で時々なんか病院行きたいとかいう時があって行ってたりしたんですよね。でその時って日本に住んでないんで日本の保険を持ってなくて日本の保険に入ってなくてもう10割負担もう全部、お金を払わなきゃいけなくて、でもねなんか思ってたより安くて結構なんかね2万とか3万ぐらい取られるんじゃないかなと思ってたんですけど、全然1万円以下ぐらい8000円ぐらいだったかな。で、ちゃんとね見てもらえたんで意外と安いんだなって思いましたね。旅行で来てる人とかはクレジットカードとか、旅行会社のねその保険というかカバーしてくれたりするんで、それもね一応チェックしてから、行くのもありかなと思うんですけど、でも本当緊急な時だったら全然そのまま行っても大丈夫かなと思いますね。そこまで高くないと思いますその怪我の度合いとかねどういう診察するかとかどういうお薬をもらうかとかでも変わると思うんですけど、そんなに高くなかったから、病院に行くハードルが高いっていう人だったら一応ねネットで英語が話せる病院がどこにあるかとかも調べられるし、一応オンラインでこの診察してオンラインでこうお医者さんと話してこういう症状があるからこういう病気かもしれないってね一応そういうお話診察もオンラインでできるからそういうのも、利用してみてもらうと、安心かなと思いますね。旅行中にねなんか病気になるって結構なんでしょドキドキするじゃないですか。他の国で病気になるってなんかもっと不安になるというか、自分の国で病気になるよりもっとこうね心配になるから、だからこそ、何かあったらね病院に行ってほしいなと思いますね。日本のね病院は本当に素晴らしいので遠慮せずに行ってほしいですねはい、じゃあちょっと今日はね、この辺でポッドキャストを終わりにしたいと思います。はい、また再来週ぐらい、健康診断の結果が出たら、皆さんにお話ししたいと思うので、ぜひぜひポッドキャストねずっと聞き続けてくれたら嬉しいなと思います
はい、じゃあ皆さん、今日もポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。